セブンチャンネル高之です。今日はまだ本数少ないんですけどゲストに来ていただいております。それでは早速登場していただきましょどうもカンボジアから来日中の飼いタレの猫ひろしです。猫ひろしさんです。にゃー猫さんありがとうございます。いやいや、タカちゃんいつもお世話になっております。呼んでいただきましてまだまだ本数が少ないのにありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日はなんかちょっといろいろ走る練習の教えてもらったりとか、はい、いろいろお話できればと思いますね。わかりました。お願いします。もう何でも走ることだけだったら答えられますのでお笑いでもね、いやいやもう何でも言ってください。そうですか、ありがとうございます。はい、もうタカちゃんのためならありがとうございます、はい、何でもやれます。それではレッツニャー。はい、では猫さん早速なんですけど、はい、いろいろ僕も運動とかしてると気になるのがその食べ物ですよね。食べ物、プロテイン、タンパク質すごい気にして取ってるんですけど、はい、なかなかその量取れないんですよ。体重かける 1.5 とか聞くじゃないですか、よく言うじゃないですか。はいはい、プロテイン、タンパク質ね。はい、なかなか取れないんですよね。猫さんどうしてますか？僕は、食べ物とか全部合わせては必ず取ってます。プロテインプラス食べ物とか、その食べ物は例えばどんなの？脂質が少ないものでタンパク質多い。だから、例えば鶏肉、それから、大豆だと豆腐とか、そう豆腐、それからあと卵、魚とかですかね。魚は種類は何なんですか？魚でも普通にサバとか、マグロも多いんでしたっけ？マグロもいい。マグロちょっと高いから買いづらいですよね。まあそうだね。プロテインは飲まないの？朝起きてと、いいね、朝起きて筋肉がね、寝てる間にやっぱり落ちちゃうから。そうなんですね。それで空腹になってるじゃん。そうです。そうだから起きたらプロテイン飲むの正解。正解なんですよ。朝起きたらプロテインです。で、お腹空いてもう一回飲むかなって感じですかね。夕方ぐらい。ちょっと少ないですかね。例えば運動した後は飲みます。そう、速攻もうすぐ飲みますね。作って飲んで、それから4時間以上の空腹を空けちゃいけないってやめてる。そうなんですか。運動する人は。だから例えば俺だったら朝起きて飲んで、走った後飲んで、ご飯食べるんですよ、しっかり。でその後こう仕事とかしてて、4時間経ちそうだなと思ったらちゃんとチェックしてて、もう持っててプロテイン。それからもう今さ、コンビニとかでもプロテインバーとかあるじゃないですか。でもあれも一応脂質とか見て 10% 以下なもの、結構プロテインマジックって言って、タンパク質しか書いてないから、脂質見ると10以上のものが多いんですよ。そうするとやっぱり結構太りやすくなるんで、きちっとこう見て、一応僕は 10% 以下のやつ買って、時々そういう固形のやつも食べたりとかしてます。そうなんですね。はい。そこら辺チェックしてない人多いんじゃないですかね。僕見たことなかったです。そこは。いや、見た方がいいですよ。で、あとは4時間待ってない。4時間。そう。それ大事。3回ぐらい飲めばいいんじゃないですか。それでまあまあ取れる感じですかね。結構いきますよ。あとはちゃんとした食事。だからプロテインはなんていうんですかね、補食じゃない、なんていうの、その間の補う感じ。そうそうのものだから、しっかりご飯を食べた上で飲む。そういうふうに考えた方がいい。サプリメントとかも。そうですね。なんかついご飯こうなんか手抜きになったりとかしてそっちに頼りがちですけど、ダメです。手抜き。それもで食べるものもちょっとメモとかしとくと、そっちにだんだんこうなんていうんだろう、詳しくなってくるから。そうなんです。そう。僕は猫さんだからやりながら詳しくなっていった感じです。もう僕はもうでも栄養士さんに紹介してもらって、しっかり見てもらう。そうで例えばオリンピックの時とか選手村行った時とか全部写真何があるかぶわっと送って、じゃあこれとこれ撮ってくださいと遠隔でやっていただいたり。なんでオリンピック選手ですからね。すごい。138位。でもすごい。じゃあ食事気をつけてるってことは、例えばそのたまにお菓子とか食べたくなったりとかするじゃないですか。アイスとか食べちゃいますね。それはある。でもなるべくこう目につかないようなところ置いてもらうし、やっぱり子供がいるから。であとは大会が近づくともう食べない。もうここまでやったんだから食べたらもったいないと思う。
普段の時ですね。許しているそのお菓子とかなんかあるんですか？これだったらたまに食べてもいいみたいな。和菓子。和菓子？洋菓子はもう脂質めちゃくちゃ多いんですよ。和菓子は脂質ゼロなんで基本。糖分があってもそれはセーフ。糖分は僕の場合たくさん走るんで、糖分ないと逆に走れなくなっちゃうから。まあご飯とかできちっと満たされて食べちゃうとね、ある一定超えると太りますけど、ね、1日20キロとか走ってるからそんなに気にしないですね。夜ちょっと少なめにしたりとか、糖質。じゃあやっぱり油が一番良くないんですね。そうだね。揚げ物、天ぷら、唐揚げ、みんな大好きなやつじゃないですか。ポテトとかは食べない。食べちゃう。慣れちゃう。慣れるよ。マジですか？で、唐揚げポテトなんてもう。だってステーキとか食べていいんだよ。あ、そっか。肉も食べていいし。そう。それだとまあでも。あとグリルとかでさ、してもらえれば油を使わないし。そう。あと今そういう油をコロッケとかの油を取るそういうなんかありますね。なんかよく格闘家の人とかも使ってて、そういうのもあるし、いろいろ工夫すればいくらでもできるから。なるほど。そうで、あとはなんかその栄養士さんに言われたのはバランスのいい食事にして、だから炭水化物、タンパク質なんか3品以上とか、その他にあと加糖オレンジジュースとかグレープフルーツジュース、キウイとか 100% のやつを取って、そうやっぱ糖取れるから。であとはヨーグル無脂肪ヨーグルト、それから無脂肪牛乳とかは毎回食べます。飲むし。そうなんですね。そういうふうにやる。まあそう気を使っていかないと、もういくらでもねもうドゥンってなっちゃう僕ら年じゃないですか。そうだね。勉強になります。ちょっと一応気をつけながら油を抑えて。でも油少し取んなきゃいけないんですよね。なんだっけ。でも食べてたら絶対取ってますよ。自然と取れてるから絶対大丈夫だと思う。そうなんです。じゃあその辺を気をつけながら。なんかビルダーの人とかはね、すごいこう細かくやるけど、そこまで細かくやってないんで。そうっすよね。そう走るための体作りってことですもんね。そう。ゴリゴリの筋肉つけるっていうのと違うんですもんね。じゃないね。だから例えばああいうね競技やられてる方、そういうボディビルみたいな人とかはほら塩分とか塩抜きとかさ、そういうのは大会前にやります。走れなくなっちゃうからやらない。塩分も大事だし。そうなんですね。そうか。なんかちょっとそれを参考にいろいろ僕もちょっと体作っていきたいと思います。何でも聞いてください。ありがとう。答えられる分は答えます。プロですからね。いやありがとうございます。じゃあこの後ちょっと走る練習というか走り方を教わって、いつも僕ちょこちょこ走ってるので、その辺の指導お願いします。わかりました。よろしくお願いいたします。じゃあ猫さんに早速ちょっと走りを教えてもらおうと思います。わかりました。まず走ってみたらいいですか？そうだね。じゃあいつも走ってる感じですね。全然いいじゃないですか。大丈夫ですか？なんか指導的になんか全然ジョギングに関してはいつもこんな感じですね。ジョギングだったら全然今のでもいいと思うんですよ。目標1キロ、とりあえず今6分半ぐらいなんで5分を切りたいですね。5分を切るったら結構大変ですよ。そうですよね。それをだから今日教わろうかな。その走り方。わかりました。じゃあまずはタカちゃんは焼き鳥です。焼き鳥大好きな焼き鳥です。そう自分を鳥だと思ってください。鶏肉でここから要は姿勢が大事なんで走るのって、ここからここに口が刺さってると思ってください。焼き鳥の肉です。で肩は楽にして、で姿勢を伸ばして、でそれでもう腕はただこう振るんじゃなくて振るんですけど、腕も大事なんですけど、それをこう胸を張って腕を引く方に意識してください。引く方に。そう引く方に。なんか引く方なんですね。まっすぐで引くように。そうでその時に足はへそがあるでしょ。要はここの筋肉使わないといけないんで、だからへそから下に足が生えてるようなイメージ。むず。
要はちょこちょこ走ってても速くならないんで、楽なんだけど速くは走れないから、そうするとやっぱここの筋肉使わなきゃいけないんで、そうここからへそから下にもう足が生えてる。であとは地面を押してあげる。パーンって押す。そうで何が言いたいかっていうと、押す時ってジャンプしてみて、その場で姿勢よくして、手はこのままで、じゃあキョンシーでいいです。キョンシー、はい、ジャンプしてください。そうもう何回も、そうこれは押してるじゃん、ジャンプだから意外とこう簡単にできるんですよ。で例えばじゃあ次ね、スキップ。ぎこちない。じゃあスキップも今その感じだったでしょ。今度は腕をいきますよ。腕をつけてあげるとボーンボーンっていくから、腕をもっと振ってあげて。で姿勢意識して、腕使った方がさ勢いつけません。要は体ちゃんと連動してるから、腕と足って腕をちゃんと振ってあげれば。なるほど。で姿勢、さっき焼き鳥。姿勢ね。でイメージはこう胸を張るっていうイメージです。あんまりそっとみたいな。でスキップの時ってここ使ってるじゃん、大きくいってるじゃん。そういうイメージだから、例えばよくこうやらせるのはスキップ3回ぐらいしてから走るみたいな。こう勢いつけてボーン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 。なるほど。背筋伸ばしてね。はい、用意スタート。いいですね。よくなりました。なるほど。ちょっとね、まだね、でもね、腰がね、低いんですよ。腰の位置が。腰の位置が低いっていうのは。だから、ここをもうちょっと使わないと。もっと。むず。でもね、こういうふうにスキップやると。すぐだんだん分かってくる。もっと地面蹴って、もっと。腕をね、高ちゃん、もうちょっと引く方を意識して。勢いつけて。忘れてしまう。ボーンボーンボーンって。いけね。ちょっと待って。大きく。いい。それで今度ちょっと走ってみますか。よくなりました。あとは地面を押してあげるのがね、分かればいいんですけどね。押す。押すっていうか、前に蹴ると違うんってことですね。でもそれでもいい。その蹴る時って、親指とか足なんですか、それともなんかそこなんですか。でも自分の本当はつま先の方がいいんだけど、言っても多分できないと思うから難しいから。でもパーンってこう速い人って地面と足の接地が短いんですよ。もうすぐ。なんかだらっといってる感じします、いつも。じゃあこれでちょっと一回ガーッと走ってみていいですか。いいよ。じゃあ一緒に並走お願いします。行ってきます。では行きましょうか。はい。ゴー。大丈夫？俺持とうか？全然大丈夫です。持ってると大変じゃない？走る。途中でこう感じました。いや、ゲストの人にカメラを持たせたね。いや、かがちゃんの走る方を強制する。そうですよ。でも姿勢最初から良かったですよ。もっとなんかこう走りができない人ってこういう風に反っちゃったりとか前かがみになりすぎちゃったりするから、結構姿勢綺麗だったから。よかった。そんなに直すところないですよ。でもあれですよね、猫さん。この年でベストタイムを出したわけですもんね。去年ね。すごいですよね。僕年々と下がってくるんですよ。いやそういうもんだよ。それがやっぱり。でもね、ある程度きちっと
なんと維持をすることはできるから、そういう感覚かな。いやすごい。だってそもそもフルマラソン走れちゃうんですもんね。それが僕にはいっぱい年上の人で走ってる人いますけど、42.195 キロ走って、1分大体どれぐらいで走るんですか、ペース的に平均。だから1キロを3分半って言います。僕さっき6分半で死にそうになってるって話をしたのに、4、5キロ40キロを6分半だとどんぐらいだろう、4時間ぐらいか、4時間半かんない。そうっすよね。そのぐらいだと思う。そうだって3分半って、もはやダッシュする。ダッシュ。でもでもその練習の時に、こうインターバルって言って、例えば 1000m 5本とか、それを1キロを3分10秒でやったりとか、そういう練習してるから。なるほど。そう。いや、にしてもちょっと、この前半の体力がまだあるうちに、3分ペースで走ってもらっていいですか。僕今追いついてみようと思います。3分ペース。その猫さんがいつも走る速さで。いいよ、分かった。じゃああそこ行ってからでしょ。分かるから。僕がどれだけついていけるかをちょっと検証してみましょう。いいですね。そもそもちなみに僕は短距離遅いんですよ。そうなんですか。これは本当に変なこと言っていいですか。この間テレビ見たんですけど、猫さん短距離だと某番組であれって思ったんです。そう、俺ね遅いの短距離。もう速い道でしかなかったんで。だからただそのスピードでずっと維持できるっていう。なるほど。そう。じゃあ行こうか。行きましょう。嘘でしょ。無理。頑張れ。走りが汚いよ、高ちゃん。走りが俺が教えたこと何にもできてないじゃないか。バカモン。先生すいません。高ちゃん。大丈夫。すごい。高ちゃんもこの夏で来い。いや、だって教えたのが全部出ていっちゃった。あんな人と喋りづらいし。すごいっすね。ずっとあれを維持してずっと走ってるって感じ。そのためにやっぱりベースはなんだろう、例えば LSD って言ってロングスローディスタンス、長い距離をゆっくり走っていってベースを作って、その他にもそのインターバルとかで心肺に負荷かけて、で速いスピードにこう耐えられる強度を作って、であと他にもこう走ってる最中にブレがないように筋トレやったりとか、そういうふうに積み上げてって今ここに私があります。そういうことですよね。はい。いや、これ本当心臓強くないと、心臓のバクバクが半端ないし。だっていつもあれですもん、なんか低酸素のところでやってますもんね。低酸素でもやってる。あとなんかマスクをつけたりとか。そう筋トレの時ね。そうですよね。いろんなことやってる。もうやっぱり年だからさ、もう何でもこう速くなれるんだと何でもやりたい。ドーピング以外は。いやでも猫さん僕の2個上じゃないですか。先輩がそうやってなんかすごいことをしてると、僕もまだまだできますよ。やんなきゃダメだなっていう気が、そうエネルギーをもらえますね。タカちゃんは今週何回走ってるんですか？週でも2、3。1週間で2、3。だから1日おきとか。そうですね。そんな感じですね。で、もう5キロ、4キロ、5キロとかそんなんです。でもいいじゃないですか。5キロとか走れれば。30分ぐらい。でも前は半々で止まったんですけど、今はなんかノンストップで。継続して。行って帰ってこうやって。で、前、猫さんに教わった、ゴール前だけダッシュしろっていうのは、ダッシュを心がけて最後、死にそうになって終わってます。だからペース上げた方がね。そう。徐々に。で、体脂肪がやっぱ低いってことですよね。体脂肪俺はね、結構高いの。そうなんですか。で、ランナーの人は結構細い人、体脂肪低い人多いけど、俺は大体平均17ぐらいある。意外。
それはそれでも別にいいんですか？もうそういう多分体質なんだと思う。いくらお腹割れても16ぐらいしか落ちてないし、うん、猫だからね。そうだ、人間だよ。しかもガイタレというなんか、はい、猫でガイタレで、ちょっとねキャラが渋滞してます。しかも猫アレルギーなんですよね。そうそれしてもここ走ってて気分がいいですね。いいでしょ。夜も気持ちいいよ。絶対夜景とか。そう。だってあれではでかい橋が。こうしてみたい。わかる？レインボーブリッジ。そう。封鎖できません。封鎖できません。すげえな、こう本当景色いいでしょ。景色良くて、夜走ってみたいなと思いましたね、ここ。綺麗だよ。絶対いいっすよね。釣り人もいるよね。そう。釣りもちょっとしてみたいですけどね。怖いもん、こうやって後ろに振りかぶるときとか。そうかそうか。ビヨーってきますもん。そう。猫が釣れたっつって。こういうなんかあれからコースもいろいろ毎日書いてあるとかするの。やっぱ飽きます？飽きる。何コースかあるよ。例えばあそこの上側にあるなんか例えば橋、さっきのレインボーブリッジとかも一応渡れるんで時間によっては。そうで走っていったりとか途中でエスカレーターエレベーター乗らなきゃいけないんだけど、走っても行けるから。走ってる人いるんですね。時々いる。まあでもそんなにいないけど。そうですよね。そもそもあそこ歩いてる人あんま見たことないんですけどね。でもなんかねいろいろやってると。こう走りがね日常になってくると、こう観光なんとかすげえ楽しいんだよ。そうだから絶対にどっか泊まりに行くと、もうバッグの中に靴とジャージ入れてじゃあ向こうでそう走る。だから昨日も熊本行ってたんだけど、熊本城の周りで走って走ってる最中になんかここ美味しそうな喫茶店だなとか、でそこでテイクアウトでコーヒー買ったりとか、そう飲み行ったりとか入れそうなところだったら、それがなんかすごい観光なんだよね。すごいな。観光してる。そうか、でも走りながらしてるって感じなんですかね。で後でもう一回見に行ったり。そうコーヒーとかそのテイクアウトできるから。そうでフルマラソン走った後とか、まあプロテインだけ飲んでちょっと時間ない時とかあるじゃん。ご飯すぐ食べなきゃいけないんだけど、ご飯がちょっとやっぱりどうしても時間かかる時あるじゃん。そうすると先に焙煎のコーヒーとか飲むの。そしたらすっげえお腹にこう研ぎ澄まされてるから、コーヒーめっちゃうまいんだよ。だからガテメラとかさ、なんていうの、ああいう美味しいやつ、そういうのとかさ飲むとブルーマウンテンとかね、すげえこんなにもうフルマラソン走った後だとめちゃくちゃ香りいいの。本当に動物だなって思う。なんか神経が研ぎ澄まされてるから、あれそれ絶対やってもらいたい。フルマラソン走った感じになるんですね。空腹上ね、やっぱフルマラソン走ったらねカロリーそう消費するからさ、また走ってる最中飲んだり食ったりもするんだけど。するんですか？給水が もちろんあるじゃん、スポーツドリンクとか。その他にデリーとか飲んだりするから、そう大体1個100カロリーぐらいを 4本ぐらい3本とか飲むから300ぐらい絶対取るよね、最低でも。それ大会中はないんですね。ある。あるんですか？自分で持ったりとか、そういうのを計算するの。そうオリンピック中のそういう大きい大会でもなんかそういうことしてるんですか？オリンピックはもうスペシャルを受けるから、スペシャルドリンクって言って自分のドリンクを受けるから。そうか、みんな取ってる人が。そうそこにゼリーとかつけておくの。あと中に液体と混ぜてあるとか。そうか、あれはどれでもいいんじゃなくて、自分専用の取らなきゃいけないってことなんですね。大丈夫？息が荒くなってきたけど、タカちゃん。それは荒くなりますよ。いいでしょ、ここ。走ってる気持ちいいでしょ。ちょっと今度は、今日カメラ持ってるじゃないですか。なしでちょっとまた走りちょっと付き合ってもらっていいですか？プライベートランを。いいですよ。しかも夜がいいですね。いいね。パソコンを座った後に。そうですね。で今度僕がランを教えるっていう。
いいじゃないですか。はい。やりましょうよ。これ飲みに行って楽しかったですよね。楽しかったね。デコ親父とね。デコさんが。デコさんこれまだ出てないんですか？出てないです。いつかね。いつかちょっと出てもらって。今度飲みチャンネルやりましょう、じゃあ。やりたいんですよ。ね、ああいう、さあ、それだから赤ちょうちん聞いたけど、ああいうお店行きたいよね。行ってちょっと撮影させてもらって。また、酔うと酔うでまた、みんな、どんどん本性というか、出て面白いですよね。まもなくゴールです。よし。短いですけど、僕はぜいぜいしてます。どうでしたか？びしょびしょです。今日やれたことをどっか頭の片隅に守って、やらせてもらおうと思います。ね、楽しく走りましょう。ゴール。イエーイ。ゴー。びしょびしょ。ありがとうございます。はい。またとんでもないです。お願いします。はい。いつもパソコン教えてくれてありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。お願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。疲れてます。いやー。